等席を10時17分に発車いたします。発車まであと5分ほどお待ちください。JR 四国の物語列車では、新型コロナウイルス感染症対策として、お客様情報のお聞き取りを行っております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。おはようございます。本日は観光列車四国のなお、事前にお食事をご予約のお客様には、ウェルカムサービスがございます。お待たせいたしました。観光列車四国真ん中千年物語空の片木港琴浦駅を発車いたします。右側ホームからは千年物語企画室スタッフ、駅係員にあるお見送りがございます。
昔の川の中がご覧いただけます。こちらは一瞬しかご覧いただけませんので、皆様はぜひ進行方向右側にご注目くださいませ。この途中で止まるとなかなか動き始めることができません。そこで考えられたのが別の平坦な線に一度バックしてから勢いをつけて登るスイッチバックという方法です。この列車の先頭と一番後ろには高低差はおよそ 1.5 メートルもあります。その地域を出た後は隣に見えている線路を走ってまいります。進行方向右側の窓の下を覗き込むようにご覧ください。綺麗な滝がご覧いただけます。赤色の号車、3号車側の方に喫煙場所がございます。今は定期的な乗降客はゼロで、観光のお客様だけが乗り降りされています。この駅には車で来ることができません。列車で来る間100メートルが線路はおよそ3キロ大回りをします。列車の右下には橋倉地区の右方向へ向かいました。街並みがご覧いただけます。車窓には四国三郎と呼ばれております吉野川が見えてまいりました。右側が上流、左側が下流でございまして、徳島市内へと注いでおります。は全長 194km であり、四国第2位の長さを誇っています。ちなみに第1位は高知県を流れます四万田川の全長 196km とその差はわずか 2km です。江戸時代から明治大正にかけて鉄道や道路が整備される以前は吉野川を利用した船による輸送が主流でした。
かスピードを落としたら進行方向右側をご覧ください。吉野川に鯉のぼりが100匹以上泳いで皆様まもなく小峠橋がご覧いただきます。2017年10月にはラフティング世界大会が行われました。大ボケ小ボケは年間を通して安定した豊富な水量と落差2メートルを超える背の激しさから世界に数あるラフティングスポットの中でもトップレベルの激流だそうです。また本日のようにエメラルドグリーンに輝く川面や川底まで透き通る透明度も多くのラフティング愛好家を魅了する理由の一つです。